はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今年も本当にたくさんご覧いただいてありがとうございました。今回は2025年の上半期のテーマについてお話しさせていただきます。これは1月から6月までを順番に見ていくというのではなく、上半期全体を通してどんなテーマがあるのか、例えば仕事に関して、家のことに関して、お金に関して、人間関係、恋愛運とか自分自身の思いとかっていうのを全体的に前半を通してどのような気づきがあったり、どのような経験を通して進化していくかっていうのを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まず自分自身はペンタクス6の逆、パートナーシップ、女教皇、ちょっと後で解説しますね。そして2026年前半のテーマは何でしょうか。マンドの7の逆です。最初にちらっと混ぜてる時に飛び出してきたのがカップの10だったんですね。そして障害はって言われた時にこのカップの9が出てるっていうところがまた面白くて、非常に私が感じるには非常に喜びに満ち溢れた1年だなって感じがするんです。感情がとにかく溢れる、うわーみたいな。それは何に対してうわーかわからないんですけど、それは人それぞれね。うわやっと、うわ仕事こんなん来たどうしようみたいなのかもしれないし、うわ嬉しいっていうことかもしれないし、こんな経験できたみたいな、何か感情が想像以上にうわーっと湧き上がってくるっていうのが来年の前半の出来事だなというふうに思うんですが、ただテーマとして言われているのは、自分の立場や状況というものを気にしないでくださいっていうのがテーマなんです。ちょっとどうですか。自分の今ある立場や状況を気にしないでその喜びを感じてくださいってことだと思うんですね。これは要するにこのキーカードとしてワンドの7が出てるからダメとかいいとかっていうことではないんです。テーマなので。ただ私が思うのは、例えば人っていうのは自分がこれぐらいのお金があったらこれができるとか、自分にこれぐらいの知識や才能があれば何かができるとかっていうふうに、自分がすでに楽々それができるっていう状況にいることを前提として何かに挑戦したりしますが、全く今の時点で自分はその状況にいないとか、今の状況では厳しすぎるんだよ、不利なんだよって言ってる状況の中でも十分に喜びを体験できますからねって。だからこの今自分がもう仕事に縛られてて自由な時間がないんだとか、今自分はこういう状況だから動けないんだみたいな、そういった条件付けや立場、特に環境とかですよねから縛られてる感覚でお羊座の皆さんを縛ってるわけじゃないよ、そこは気にしなくていいんだよって、その中での超えていく喜びっていうのを探していくのが前半のテーマだよっていうふうに言われてます。って感じ。そしてご自身はって言った時にペンタクスの6の逆が出ているので、これ以上自分のエネルギーっていうのを無駄遣いしないでおこうみたいな感じがありますね。星してみた時に来年ってもうお羊座さんどんだけ来んのっていうぐらい、来年の春3月とかね、4月5月あたりっていうのはもうお羊座パレードなわけですよ。ですから自分が持ってるこのクオリティというか、自分のオリジナルな素材とか才能とか気質っていうものをふんだんに使って何かを始めなきゃいけないんですね。その時に今置かれてる状況だからダメなんですとか、そんなのは関係ないんだみたいな感じがあり、でなおかつご自身でも無駄に自分のエネルギーを浪費するのはやめようっていう感じがあります。これまでは例えば他者のためにと思ったら多少無理してでもやってあげたことに関してもそれはしないんだなって感じがしますし、そうしない方がいいと思いますよ。一番ちょっと気になるのはやっぱ健康面なんですね。で運勢の強い時っていうのはその運を乗りこなせるかどうか、その運を乗りこなせるだけの体力とか気力とかいるんですね、健康運っていうものがね。なので
体力があればあるほど、自分で自分の体をきちんとケアしていればケアしているほどうまく乗りこなせるっていうのがあるんですよね。でそこでやっぱりそのソードの9が出てるってことは、何かしらのチャンスが来たりしても、それって自分にできるのかなとか、今のこの体力でできるのかなっていうふうに、何かこう自分の本当に体力とか健康面に関して心配しているという感じです。ただこのカードっていうのは実際悪いわけではなく、自分の頭の中だけでその悪い想像をしてしまって、どうしよう大丈夫かなって不安になってるよっていうカードなので、もしなんか例えばですけど、2025年の前半はこんなに星が動くよって、こんなにお羊座に来るよねってなったら、どうしよう、その星が来たらどうしようって思うかもしれないけど、そんなことは全然関係ないんだと。ただ不安に思う気持ちが自分の免疫を下げてるよみたいな感じです。たださっきのね、自分のエネルギーを浪費しないっていうところに関してはリンクしてるので、今まではここまでできたけどこれからはできないんだってなった時に、それはそれでいいと思うんですよね。自分のちゃんと状況の中で、自分の体力、今の体力の中でできることを信じてやっていくわけですから。なので、まずは自分が本当にやりたいことのためにエネルギーを注いで、そうじゃないことにほとんどの人ってなんか7割8割全然そうじゃないことでエネルギーを注いで、ほんのわずかに自分の好きなことだけしてるっていう方も多いと思うんですけど、そのエネルギーの割合っていうものを自分の好きなことをする風にのためにお金もそうだしエネルギーも使うっていう感じなんです。で金銭でいうと結構出るみたいなんですよね、お金が。でただもちろん普通に働いていて、いつものようにお給料があればってそれなりに自分で調整すればできるわけですけれども、お金の使い方に関してちょっと改めて考えようみたいな感じがあります。ここで忍者の逆があるので、これまでは本当に何も考えずにコンビニでよく買ってたんだよなお菓子とかいう方は買わなくなるとか、そういうのもあるかもしれないし、ちゃんと定期貯金しようってなるかもしれないし、なんだか無意識的に使ってたお金の使い方をやめて、しっかりと管理していくことが見ていこうっていう感じなんだと思います。この忍者のカードっていうのは内省してこう自分の道筋をこのランタンで照らしていくっていうものなので、今この調子でいったらこれぐらい貯まるのかなとか、今こういう形にすればこの経済はこうなんだなみたいなことをしっかりと考えそうですね。だからあぶく銭が入ってきてわーいわーいみたいな感じではなく、ご自身で今までのお金に対しての使い方や価値観や使う場所っていうものを考えていこうっていう感じで出てます。そしてパートナーシップに関してはですね、これは1対1の人間関係なので、結婚されている方はご夫婦ということもあるかもしれないし、お付き合いされている方はその方かもしれないし、または仕事上すごく関わっているビジネスパートナーっていうのもパートナーに入るんですけども、それがとても女教皇ということでとてもいい感じなんです。ただ恋愛って見た時にすごく甘やかなまろやかなロマンティックなっていう感じとはちょっと違うんですよね。ものすごくお互いの役割をしっかりと把握してうまくそれで関わっていきますみたいな、情は挟みませんみたいな感じでね、でもすごくいいパートナーなんですよねこれは。なので仕事を通して関わっている人に関しては、お互いが水と油のような関係性だったとしても、それが逆にうまくいくっていう感じもありますし、これまではちょっと敬遠してたような苦手なタイプの人ともちょっとこの機会は仕事を通して関わるようになるとか、何か関係性においてはすごくなんていうのかな、大人な対応でうまくやっていけるっていう感じがしました。ただ恋愛とかに関してはなんかさっき言ったみたいに甘やかなまろやかなみたいな感じじゃないので、私たちってこういう関係だよねみたいな感じで割り切った付き合いとか、なんかそんな感じはしますね。夫婦としてもその奥さんの役割、旦那さんの役割みたいな形でしっかりと分かれている感じがします。そこに別に喧嘩もないけど、そんなに温かな感じもないみたいな感じがあって、仕事上とかそういう契約とかに関しては正当にいきますって感じがします。そしてですね、あと気になることっていうのが、とても重要な学びをするっていう感じがしますね。ここにペンタクスのクイーンっていうカードが出てるんですけど、これは海外とか専門知識とかそういう高度な学問っていうところなんですね。運動とかもそうなんですけど、ここにペンタクスのクイーンが出てるってことは、何かそういう普段の自分のテリトリーから超えた場所や何か専門知識を得ていくことや学んでいくことっていうものが自分の人生の
何か重要な力になるよって感じがするんです。これはとてもゆっくりゆっくり積み上げられていくエネルギーで、2026年の前半もそれはとてもお羊座の皆さんの力になりますよっていうことなので、今ご自身が携わっている専門分野とか専門知識とか勉強していることがある方っていうのは、とてもそれはいい形で育っていくんだと思うんですね。でさらにはその海外とか少しテリトリーの離れた場所で学ぶこともとてもいいというふうに言われています。でお仕事運なんですけども、仕事運として見た時にこのカップのナイトっていうのが出ているので、仕事を通してもしくは社会を通して一つ優しい人と関わっていくっていうこともあれば、他者から結構受け入れられますね、お羊座さんって感じがします。ご自身ではなんか、いやまだまだ自分はひよっこなんでとか、まだまだこんなんで申し訳ない、迷惑かけないようにしますねとか言ってるんですけど、周りの人はすごく温かく見ていたりとか、優しさをくれる、社会から優しさが入ってくるっていう感じなので、おそらく上司が優しい人だとか、取引先の上司もいい人だとか、お客さんがいい人だとかっていう形で、仕事を通して関わることに関してはとても優しさが入ってくるって感じがしますね。なので仕事って言った時に、じゃあどれだけ稼げるかとか、それが仕事がうまくいくっていう風な計算をしているとしたら、仕事よりも2025年の前半は仕事としてお金を稼ぐとかいうことよりも、人脈を広げるとか人とのつながりを作っていくっていうことの方がゆくゆく仕事にはつながるよってことだと思うんですね。もう一つ見えないハウスのところでこの運命の輪っていうのが出ているので、これは要するに現実社会のこの世界の中ではない裏側の世界でちゃんと運勢は流れているし、チャンスの扉も開いているんですよっていう感じがあるんですよね。なのでさっき言った仕事ってなった時に、うわ達成しましたとか、売り上げが上がりましたとか、独立しましたみたいな、あからさまな何か社会的成功っていうものではなく、人とのつながりや自分が社会に受け入れられている、相手に受け入れられている、いろんな付き合いが広がりができたっていうことが、これから先のね、自分の人生の扉を開いていく鍵になるんだよって感じがするんです。なのでこれとこれはセットで来てる感じなので、人を通してチャンスが来るっていう感じですね。そしてお羊座の皆さんはとにかく生き方そのものが変わってくるっていう方が多いと思うんです、来年からね。なので一つは自分が自分の信念を貫いて、もう自分のやりたいことのために生きるんだみたいな形に本当にシフトしていける方は健康面全然問題ないと思うんですね。でもいやそうはしたいけど、でもできませんよそんなことはみたいな、常識として無理なんですからって思ってる方は、まず体の方に何かしらの変化が来て、ああもうこれはこうしろってことだなみたいな感じで体が先に教えてくれるってこともあるかなと思うので、そこはもう司令塔である自分のね思考がどういう思考であるかっていうことで見てください。そんな感じかな。もし何か気になることがあればコメントで教えてください。そして来年自分の立場、来年の前半ですけど、自分の立場関係なくやってみたいこととか経験してみたいこととか、いや本当に私はこれからこうしたいんですみたいなものがあれば、ぜひコメントに書いて教えてください。一つずつ読んで本当にそれが叶うように願いを込めてポチポチをハートマークをつけていきたいと思います。そうね、恋愛に関してはお月さんの逆っていうのが出ているので、ちょっとあやふやだったものっていうものが大丈夫なんだみたいな、少し安心する感覚はありますね。なんかねもしくは、お子さんのことに関しては心配いらないよっていう感じもあるかもしれません。大丈夫かなって、とにかく心配していたことに関してはそんな心配はないんだよって言われてる感じがするんです。そしてもうちょっと見てみましょうか。恋愛に関してやっぱりここでペンタクルの7も出ているので、なんか一気に花火のように急速に盛り上がって花開くみたいな、そんな感じではなく、ゆっくりゆっくりと関係性っていうのは育っていくので、そんなに何て言うかな、これ先どうなるんだろうみたいな心配はいらないんだよって、いろんな道を行きながらそれぞれの経験をしながらゆっくりと関係性っていうのは育っていくよっていう感じで、まだこれ前半で見てますからね。もしですけど結婚したいなみたいな思ってらっしゃる方がいたら、結婚の話は進むかもしれませんね。話はどこでするとか、だいたいいつぐらいにしようとか、いつぐらいに両親に紹介するとか、そういう話は進むかもしれません。すごくルールとか律儀に
こうやり方とかそういうのは進む感じがするんですよね。そうだね。あとはちょっと全体を通して気になるのはですね、仲間とかご自身から見た社会全般とか仕事関係って見るとすごくいい人と関わっていきますねとか優しくしてもらえますねとか恩恵もらえますよっていう感じがあるんですよね。でも単に普通の友達みたいな感じでいくとなんかここでワンドのナイトの逆が出てたりとかここでもワンドの9が出てたりとかするのでこれまでの付き合いっていうのは少し変わってくるのかもしれませんね。普通の友達の付き合いは。なんかここでもやっぱり出てるんですけど自分を犠牲にして何かを優先しないとかね自分のエネルギーをこれ浪費させないっていうのがあるのでもしかしたらみんなで一緒に何かをしようとかそのグループの団体で何かをしようという時に少しその気を使ったりとか自分がこう余計な役割まで引き受けちゃってそれでしんどくなってたみたいなことがあったらそれはもうやめていくのか、それを自覚していくんでしょうね。自分はこれだけ労力を払ってるなみたいなことを自覚するんだと思うんですよね。それがダメというわけではなくね。家のことに関してはソードの7が出ているのでなんだか家の中にこもって何かをしたいっていうわけじゃないって感じですね。家の中にこもって何かをしたいわけじゃない。むしろ来年っていうのはいろんなことが起きてきますから起きてくるっていうのはいいことですよ。その自分の人生の生き方が変わるとか考え方が変わるとかそうやってやっぱりこうしようみたいになってくる時っていうのはやっぱり自分の内側もざわざわすることもあるかもしれないし今まで大事に思っていたものを少し置いて何かをしなきゃいけないんですね。その時に少し何かしらの後ろめたさみたいなものがあるのかもしれません。家族に対してとか家のことに対して。でも一番なんか良かったなって思うのはなんていうかねこう全体的にバーンとここがめちゃくちゃ光ってますねとかこれめちゃくちゃいいじゃないですかっていうのではなく水面下においてすごいなんかサポートが来てる感じがするんですよね。最初に見えたちらっと見たカップの10にしても最初混ぜてる時に集めた時に見えたのも太陽だったりとかしてでこうやって見えないところで運命の扉が開くし喜びっていうのは実は想像以上に溢れてくるんだっていう感じがあるんですけれどもご自身の体感としてはそこまで世界が変わってる感じがしないしものすごく明るくなったっていう感じもしないし、チャンスは来てるんだけれどもそんなチャンス自分にこなせるのかなみたいな体感かもしれませんのでその体感の中で想像以上の喜びを感じてねと。心配することはないんだよと後ろめたく感じる必要もないんだよっていうのがメッセージだと思いました。はい、もし何かしら分かりましたとか伝わりましたという方はぜひいいねボタンで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみましょう。はい、このカードを見て何かしら思うことがあればぜひ皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。エモーショナルデザートということでなんかとても人ってね何かの違和感を感じるからこそそれを解消しようとして動くわけですよね。さっき見た健康運のところも本当は別に健康悪くないんだけどこれ以上自分のエネルギーを無駄遣いしないでおこうもそうだし本当に何か変わる時に頭が変わらないって言ってたら体の方が先に変わりますみたいな感じになったりもするので何かもしかしたら孤独感とかちょっと乾いた状態っていうものが自分の中にあるかもしれませんが必ずそれによって光の方に導かれていくし必ずそこには乾いてるからこそ気づくオアシスがあるよねって感じがしました。はい、ということでぜひいい時間になりますようにまた2026年前半もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。